ありがとうございます。はい。結構登る。左が調子悪いの。左。よろしいでしょうか。はい、お待ちください。お茶、はい、お待ちください。とか、なんか、で、しばらくしばらくレーザーの手術も。油使うし、味も結構濃い。
おお、静かだけどなんかめっちゃ出てんな。631ワット。4分弱で沸きましたね。サブバッテリーは 1% 減った。さっき視聴者さんにお会いして差し入れをいただきました。ありがとうございます。カツオのお土産にパン。カツオは朝によくパンを食べるので、栗も。くるちゃんただいま。くるちゃんただいま。ここまでご覧いただきありがとうございます。恒例のコメント紹介です。前回の動画、冬の車中泊グッズを紹介しますっていう動画にいただいたコメントです。いつもありがとうございます。新のみさんから、 FF ヒーター検討してますが、一つ不安なのが燃料の灯油の保管です。予備を持たずに何日ぐらい稼働夜だけのつもりできるのか、カーショップの説明ではよく分かりませんでした。早くグルさんと一緒のドライブ動画が見たいです。はい、ありがとうございます。 FF ヒーターの灯油ですけど、私たちが使っているものだとかなり持ちはいいなっていう印象です。きっちり検証したわけじゃないので、あくまで肌感っていうことで聞いてほしいんですが、私たちがキャラバンに設置している FF ヒーターには
10リットルの灯油タンクがついていて 4,5 日は持ってるはずです。下手したら1週間ぐらいいけるかも。もうちょこちょこ単発で車中泊してると前回いつ給油したかわからなくなってしまってちょっとあやふやなんですが、私は思ったより灯油食わないなっていう感じましたね。一応キャラバンで使ってる FF ヒーターのリンクを概要欄に載せておきます。グルちゃんの話なんですけど、一緒にドライブするのにはねまだ時間がかかりそうなんですよね。確実に距離は縮んできているんですけど、グルちゃんについてのコメントでグリーン1350さんからグルちゃんがもっと見たいですっていうコメントをいただきました。ありがとうございます。以前グルちゃんとの田舎暮らしの動画を出したんですけど、ちょっとね先になりそうなんですけど、またこういう感じの動画を出そうと思ってますのでお楽しみに。ありがとうございます。漢字読み間違ってたらごめんなさい。みとみさん、さんとみさんかな、よしふみさん、はい、こんばんは。車中泊サーファーです。車中泊でのサーフィンでこの時期問題なのがお湯問題です。朝ポリタンクに水入れて夜間でお湯を沸騰させてポリタンクに入れましたが、夜間のお湯くらいではポリタンクの水は温かくならずぬるくて寒すぎました。そこで湯沸かし棒を見てこれだと思いましたので購入してみようと思います。質問ですが、湯沸かし棒をポリタンクに入れてもポリタンクは熱で溶けないのでしょうか。またどのくらいの時間で温かいお湯ができるのでしょうか。はい、ありがとうございます。私が持っている湯沸かし棒は先の方がなんかラバー素材みたいので守られてて、ポリタンクの口に差し込んだ時にうまい具合にこう熱くなる部分が当たらないようになってるんですね。16リットルのタンクでお湯を温めてみたんですけど、80度設定で10分ぐらい稼働していい感じに温かくなりました。設定温度高めでやるのがポイントで、水の上の方だけが熱々になるので、これを下の方の冷たい水と混ぜてちょうどいい温度にするっていう感じなんですよね。一応湯沸かし棒も概要欄にリンク載せときます。Life is High Ace さん、今年の5月にデルタ2 Max を購入しました。サブバッテリー 200A を積んでいますが、冷蔵庫やクーラーを使用するとあっという間になくなってしまいます。サブバッテリーの追加も考えましたが、購入時期に差があると並列つなぎは推奨されていないようなので追加は断念。ポータブルバッテリーは大きいので置き場所に困りますが、消費電力が高い家電を2つ同時に使えるので重宝しております。災害にも使えるからと自分に言い聞かせて毎回散財してしまっています。はい、ありがとうございます。冷蔵庫は消費電力自体は大きくなくてもずっと稼働させるから、その分電気は必要になっちゃいますよね。あとクーラーですよね。今年の夏は私たちもバッテリー残量気にしながら使ってました。散財っていう話が出たんですけど、年末ってセールも多いので結構お買い物された方も多いかもしれないですよね。私の最近の大きい買い物はサーフボードですね。今回の動画にも出してたんですけど、もうグルちゃんに爪研ぎにされちゃってボロボロになったんで買い替えたんですけど、7万円ぐらいしました。はい、すみれさんありがとうございます。私は山善の下だけの電気式毛布を家で使ってました。洗濯だけ考えるとこっちの方が楽かもです。フランネルで肌触りは同じだと思います。ポタ電は小さいのしかないので車では普通の電気式毛布を使ってますが、これもかなり暖かいです。今回紹介されているのはあまり大きくないのに電力が大きいので新しくポタ電欲しくなりました。便利そうですね。はい、ありがとうございます。私ね、山善の電気式毛布買うとき、下だけのやつとこうすっぽり潜れるやつでどっちにしようかなって迷ったんですよね。やっぱり下から暖かいのってすごい気持ちいいですよね。グルちゃんグルちゃんどうしたの？冬の睡眠快適にしたいので家用にも電気毛布普通のやつですけど買いました。最近はね、そこまで寒い日がなかったんでまだ使ってないんですけど、これでねぬくぬくするのがすごい楽しみです。はい、ありがとうございます。ご紹介した以外にもたくさんのコメントをいただきました。皆さんいつもありがとうございます。それでは今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。